どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、新型 MacBook Air についてね、デザインとか、発売時期ですね、価格とかについてどうなるのか、第3弾ということでですね、お話ししたいと思います。第1弾、第2弾とね、出したんですけども、結構好評だったので、最後もう一本でいこうかと思います。で、3月にね、Apple の発表会あったんですけども、いろいろ噂がね、たとはいえ、実際登場したのはね、Mac Studio っていうね、新しい Mac のラインナップとしてね、デスクトップ PC が出たんですけども、それと一緒にね、純正のディスプレイですね、スタジオディスプレイっていうものがね、僕も今使ってるんですけども、これ登場しましたと。スタジオディスプレイはね、ちょうど多分2週間、1ヶ月ぐらいになるかと思うんですけども、画面もやっぱ綺麗でね、特にやっぱ音ですね、めちゃめちゃこの空間オーディオっていうのがすごい聞こえて、音もいいのでね、非常に買ってよかったなと思いますね。Mac ユーザーならありかなっていう。20万円って価格はね、正直高いと思うんですけども、これまで一応動画で好評だったですね。次の方がね、非常にやっぱ多く気になるのがこの新型の MacBook Air。ですよね。前回のレンダリング画像というかね、予想画像、そこをちょっと振り返りつつもですね、今回はもうちょっとですね、15インチの噂があるので、そこをもうちょっとね、掘り下げて、MacBook Air の15インチについてもね、どうなるのかみたいなところがね、あるので、見ていきたいかなと思います。MacBook Air の予想されるデザインとか、あと機能面とか、性能面だったりですね、あと気になるお値段とかについても、発売時期とかについてもね、ちょっとお話ししようと思います。なんでこれから Mac 買おうかなみたいな方の参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。僕自身ガジェットのブログ4年ほど運営したりとかですね、YouTube もね、今、もうそろそろ2年ぐらいでですね、200本ぐらい動画になりますので、今回紹介する動画以外はですね、日々役立つこのガジェットとか、今後ね、やっぱ Apple 製品、こんな感じになるんじゃないかっていうところも含めてですね、できる限りね、わかりやすくね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ですね。で、特に横のこの通知ベル、お願いいたします。ありがとうございます、いつも。はい。ということで、ボタン押してくれましたね。準備大丈夫でしょうか？大丈夫ですね。では始めていきたいと思うんですけども、ちょっと前回同様ですね、現在ちょっと MacBook のラインナップをね、サクッとおさらいしたいと思うんですけども、MacBook としてはね、3つありまして、M1 のね、MacBook Air 13インチ、もう一つが M1 の MacBook Pro 13インチ、最後で MacBook Pro の14インチと16インチっていう風にですね、大きく3つラインナップになってるんですけども、14インチとかはですね、僕今、現在のメインマシンとして今使ってまして、性能はもちろんなんですけども、画面も結構綺麗で明るくて使いやすいというかね、ただしやっぱ本体がね分厚くてですね、結構やっぱ持ち運ぶ時は重いなっていうね、14インチでも感じますね。16インチとかはもっと重いんですけど、2キロぐらい。で、MacBook Air についてはですね、2020年にですね、M1 の MacBook Air っていうのが新しく登場しました。わかりやすく言うと価格は本当ね、もう据え置きそのままなんだけど、性能がね、上がりましたっていう風なね、ものになります。性能的には本当当時本当30万円ぐらいしたですね、インテル版の MacBook Pro の16インチ、その時一番いいやつですね。近いものというか、それよりもちょっといいぐらいの性能で、しかもそのバッテリー持ちがね、めちゃめちゃいいんですよね。僕も実際に1年以上使ったんですけども、これは本当今ね、コスパ爆発してるというか、実際売れてますし、非常におすすめできるね、パソコンだと思います。ただデザインに関してはですね、M1 のモデルはそのインテル版の時のね、MacBook Air ですね、先が細くなっていくようなおなじみのデザインをそのまま使ったものっていうものになりますので、ただその中身がね、M1 チップっていうものが入りまして、Apple が作った CPU ですね、独自のもの、基本的に iPhone とか iPad のものをベースにされてるんですけども、つまりこれね、デザインとしてはインテルの時のやつですね、それに最適化されたものなので、いわゆるね、この Apple シリコンって言うんですけどね、その Apple が作ったチップのことを、それに最適化されたものじゃないってことで、つまりどういうことかっていうと、次はね、デザインがやっぱその Apple シリコンにね、最適化されたもので結構ガラッと変わるんじゃないかなと言われております。じゃあ実際どういったデザインになるのかっていうのをね、見ていきたいと思います。これも前回同様ね、情報元はゾーンオブテックっていうね、海外のこれ YouTuber になるんですけども、やっぱりいろんなところね、次の MacBook Air はですね、やっぱカラフルなラインナップになるんじゃないかと言われてまして、今のモデルだと Air はですね、ゴールド、シルバー、スペースグレーっていうね、3色展開なんですけども、これが非常にカラフルになるんじゃないかっていうことで、特にやっぱ2021年にですね、新しく出た iMac のモデルに近いものになるんじゃないかと言われております。やっぱかなり明確に今の Apple はですね、ローエンドとハイエンド、一般向けの商品とやっぱ、こういったプロ向けの MacBook Pro とかの商品を、結構カラーとか含めてしっかり明確に分けてきているね、戦略を今取ってきてまして、いわゆるこれ昔 Apple がね、やってたことをなぞるような感じなんですけども、要するにレトロ回帰していて、
特に一般消費者向けのいわゆる MacBook Air とかちょっと価格帯の安いものですね、iMac とか24インチ24インチもそうなんですけども、非常にこのポップなデザインに、なるんじゃないかと思います。ゾーンオブテックさんから出た画像がこんな感じなんですけども、これは一応パープルモデルなんですけども、これめちゃめちゃいいですよね。僕は最初見た時すごい本当これもリアルだなと思って、本当にこんな感じになるんじゃないかなと思いますね。はい。基本的にはやっぱりね、今の MacBook Pro 14とか16インチのモデル、このデザインを引き継いでくると思うんで、例えばやっぱ本体の角こう丸くなったりとかはあると思いますし、Apple 製品はね、これMac に限らずなんですけども、基本的にこう似たようなデザインをね、引き継いでいくっていうね、やっぱ一貫性を持った感じではあると思うんで、実際やっぱ MacBook に関しても13インチのAir とね、Pro のモデルですね。これインテル版のやつとかも非常にこう似てるっていうかね、ほぼパッと見一緒っていう感じですよね。ということはやっぱ新型の MacBook Air もですね、現在新しく出たさっき言ったプロの14とか16インチにやっぱ寄せていくようなね、感じにはなると思います。一応このコンセプト画像ですね、では本体の厚さはだいたい1センチほどでですね、ちょっと厚くはしてるみたいなんですが、本当にこんぐらいになるんじゃないかなっていう感じはしますね。はい。めちゃめちゃ薄くなるかっていうと、プロの厚さとか見てると怪しいのかなっていうところがあって、MacBook Pro のね、今、14インチの厚さがですね、1.5 センチっていう感じで、結構ね、厚めではあるんで、だいたい1センチくらいにすると、この端子というか、マグセーフとね、USB-C ポートっていうのがおそらくつくと思うんですけども、その角が丸いデザインにこうちょうどね、収まるんじゃないかということで、こういったデザインにね、したそうなんですが、結構ね、今のやっぱ Air の本体と比較するとね、やっぱ先がね、こう細くなっていくデザインなんで、一番薄い部分よりはちょっと厚くなると思うんですけども、基本的にはこうフラットなデザイン、平らなデザインになるので、全体的にはこう、なんていうか薄くなるっていうね、感じですかね。イメージとしては。で、画面については、13.3 インチっていう感じで、今のサイズと、特には変わらないかなと思いますと。プロモデルに入ってるね、ミニ LED とか、画面が綺麗なものっていうのも、おそらく入んないだろうなと思いますね。プロからね、これ採用されましたノッチですね。画面の上のこの切り抜きですね。iPhone にもあると思うんですけども、それをおそらく Air も採用するんじゃないかというところで、プロと基本的に違ってくるのは白いベゼルですね。この画面周りの縁のことをベゼルって言ったりするんですけども、これ白色採用っていうことで、はい。これやっぱ iMac がね、採用されてるんで、こうなるんじゃないかと言われております。ここは賛否両論ね、やっぱコメント欄でもね、いや、これやっぱダサいんじゃないですかみたいなね、あるんですけども、個人的にはこの、コンセプト自体は悪くないのかなっていうか、あんまり白いね、ベゼルのものってやっぱないので、パッと見でやっぱこの Apple 製品っていうのがね、分かりやすいっちゃ分かりやすいんで、ちょっとね、黒目っていうか、オフホワイト目にすればいいのかなって、iMac とかもそうなんで、で、あとキーボード周りについては、ファンクションキーですね、一番上の F1 とか F2 とか書いてあるやつが、おそらくこのフルサイズのものになるんじゃないかなと。今は結構ちっちゃいじゃないですか。上のボタンちっちゃいんですけど、で、その分ね、トラックパッドですね、こう指でこうなぞって使う部分がちょっと小さくなるんじゃないかなって思いますと。実際にちょっと比べてみると結構小さくなってるよっていうね、上のボタン部分が大きくなってる分、スペースが減るかなっていう感じなんですけど、この配色がですね、キーボードの配色が MacBook Pro に関してはですね、これ全部全体的にすごい真っ黒のね、キーボードの配色になってまして、おそらくこれを模してジョン・プロッサーさんという方の、レンダリング画像だと、ちょっと白いね、キーボード、全体的に白いものになってるんですけども、このゾーンオブテックさんのものだと、結構薄いカラーでちょっと配色されておりまして、要するにこれ iMac のね、キーボード、カラーごとにこうキーボードがついてくるんですけども、マウスとかも。それを結構参考にしたっていう感じで、特にその画面のね、下の薄い色の部分を、ちょっとキーボードに流用したみたいな感じらしいんで、確かに僕もなんかこんな感じがリアルなんじゃないかなと思いますね。はい。あとスピーカーに関してはね、横幅が少なくなるんで、十分やっぱスペースがないってことで、やっぱ上側に配置、されておりまして、これやっぱ以前のですね、12インチの MacBook ってね、これ2016年ぐらいですかね、17年かぐらいにあったんですけども、そこを真似した、構造にしてますっていう形ですね。12インチはね、コンパクトなね、本当に iPad にキーボードをつけたみたいな、感じなんで、Air もね、やっぱ12インチのちょっと MacBook の要素とかもね、入れてくれれば非常に嬉しいかなと思います。ちょっと気になるカラーバリエーションなんですけども、基本的にはやっぱ iMac のカラー、7色あるんで、おそらくそれに似たような形になるんじゃないかなというところで、
画像であったのはパープル、ブルー、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、そしてホワイト。シルバーモデルになるかもしれないんですけども、すごいですね。iMac7 色あるんで、MacBook Air もね、もうこのぐらい出るかもしれないですけどね。あと磁石でくっつけて充電するマグセーフとかも付属してくるかなと。で、もしかしたら本体カラーに合わせたね、配色とかもあるかもしれません。ちょっと前から出てきているのが MacBook Air 15インチの噂もありまして、複数のいわゆるね、リーカーたちからですね、Apple がやっぱ15インチ検討してるんじゃないかっていうのがね、これ出てきてます。ここに関しては、僕もね、割と、全然確率としてはあるんじゃないかなっていうね、ことは思いますね。そのヒントとしては、やっぱ今のMac のそのラインナップ見れば、なんとなくわかるんですけども、最初の方にね、結構 MacBook のラインナップ解説したと思うんですけど、今の段階で、じゃあ仮に大きい画面のね、Mac ですね。MacBook 欲しいって場合には、プロの今16インチしか、選択肢がないんですよね。そうなると、税込みで、これ一番安くてもですね、16インチだと30万ぐらいを出さないといけないんですよね。もちろん価格もそうなんですけども、じゃあそこまで別に性能いらない、ただ画面が大きい Mac が欲しいっていう需要っていうのもどうやらコメントでいただいたりもするんで、少なからずあるんじゃないかなっていうところ、画面の大きいものが欲しいっていうのはね、iPhone とかもそうですけど需要はありそうなんで、それがじゃあ例えば MacBook Air の15インチが入るっていうことで、満たされるのかなっていうか、そのギャップを満たせるんじゃないかって思うんですけど、じゃあ15インチどんなデザインになるのか気になりますよね。はい、これもねあるんですけど、基本的には見てきた、今まで MacBook Air の、13インチ、新型の、モデルをやっぱり大きくしたものになると思います。で、おそらく、ベースとなるのはですね、以前あった MacBook Pro の15インチっていうね、モデルあったんですけども、それを薄くしたような感じ、ほぼ同じような感じになるんじゃないかなと思いますね。で、スピーカーとかも両側に、大きくこうね、つけたりできるので、スピーカー性能とかは、13インチよりは良かったりするんじゃないかなと思いますけどね。あと、トラックパッドとかもやっぱサイズが大きくなるので、より使いやすいのかなって、思います。で、画面とかディスプレイサイズに関しては、15.6インチということで、15インチのね、やっぱその MacBook Pro と同じサイズなんじゃないかなっていうところで、あと、ノッチのデザインも、Air にね、こう採用されるのと、おそらく同じになるんじゃないかと思います。で、端子周りに関しても13インチとか同様にですね、サンダーボルト対応の USB-C がね、両側についたりとか、あとマグセーフですね、充電。このサイズのただちょっとね、パソコンとしては端子が正直少ないかなっていうのはね、ありますけども、重さに関してはプロの15インチが、大体やっぱ 1.8 キロですね。1.8 キロぐらいになると思うんで、それに近いものにはなるんじゃないかな。正直そのエアーのね、13インチが、どのぐらいの重さになるのかに、結構よると思うんですけども、ただすごいじゃあ軽くなるっていうのはあんまり考えづらいかなと、プロモデル見てると。例えば、LG グラムとかってね、パソコンがあるんですけども、これ17インチで、確か 1.3 キロぐらいしかないんですよね。なんで MacBook Air とね、ほぼ同じぐらいの重さなんですよ。画面が大きいのに。端子とかももちろんいろいろついてますし、ここまでね、これぐらい軽くなってくれたら最高ですけどね。はい。正直ないと思いますけど、性能についてはね、M2 チップ搭載になると思いますけども、基本的にはやっぱり今の M1 チップがベースになるので、そんな大きなね、大差があるってことはないと思いますね。正直 M1 で十分っていう感じなんで、普通に使う分にはもう今のモデルで全然いいと思います。で、おそらく13とか15インチともに、性能は基本的に変わらないというか、同じチップ使われるんじゃないかなっていうところもあるんで、変わるとすればやっぱりその本体が大きいんでね、バッテリーの持ち自体はもちろん15インチの方がね、長いと思いますね。単純にやっぱ本体が大きいので、バッテリーが多くね、こう敷き詰められるというか、多く載せれるっていうところですね。大体 M1 の MacBook Air で12時間の動画再生ですね。Apple TV っていう表示になってますけども、おそらくそれを下回るってことはないと思うんで、少なくとも15時間前後ぐらいにはね、なるんじゃないかなっていうところで、M1 でもめちゃめちゃいいんでね、特に M1 のね、13インチプロモデルとかね、17時間とかあるんで、これくらい欲しいなって思いますけど、気になる価格と発売時期とかについてなんですけども、14インチ、13インチに関しては、そんな安くはないと思うんですけど、だいたい今$1500ぐらいって言われてますんで、だいたい日本円で言うと、16から18万円ぐらいのレンジなのかなと思います。特にやっぱ今残念なことにね、現在円安ですね。いわゆる円の価値が安いっていうね、ことなんですけども、1ドルね、ちょっと1回130円超えて、また若干下がりましたけども、129円ぐらい、ほぼ130円ぐらい
なんで、まあ、いわゆるこれ、どういうことかというと、海外製品をまあ日本円で買うとね、非常にこう高くついちゃうっていうね、1ドルもらうのに130円かかっちゃうんで、まあ15インチはまあその13インチの価格にまあ正直よるとは思うんですけど、まあ大体プロのまあその13インチとまあ14インチの間ぐらいって、まあ位置づけを考えるとですね、18万ぐらい、まあ20万前後ぐらい、まあ円安のことを考えるとですけど、まあこう見てくると、やっぱ M1 の今モデルとその MacBook Pro、その上位版の価格差っていうのがすごいあるんですよね。M1 の Air がだいたいまあ11万円で、プロが14万円で、MacBook Pro の新しいやつがまあ24万円からっていう、すごい間がすごい空いてるんで、これを見るとですね、やっぱりこの間になんか製品を入れることを前提にしてね、こういった価格設定にしてるんじゃないかっていうね、すごい価格が離れてるんで、まあなんでね、とりあえず出そうな感じっていうのはここら辺を見てもわかるかなと。で、発売時期はまあおそらくまあ13インチね、MacBook Air に関しては、まあ今年の後半になるので、まあおそらく10月とかですね、まあ9月がやっぱり iPhone とか、まあ Apple Watch が大体まあ毎年出てるんで、まあ実機には大体6月のね、WWDC っていうのがあるんですけども、まあそこは基本的にはね、OS っていうか、まあそのハードウェアですね、いわゆるその、まあ iPad とかなんか MacBook とかそういうものはあんまり出ないんで、まあね、15インチに関してはそもそもね、まあちょっと出るのかっていうのはありますけども、まあ今言われてるのは、まあ今年というよりはやっぱり来年ですね、2023年のまあ後半ぐらいとか言われてるので、まあまだまだ時間はあると思いますので、まあちょっと今から待つのは正直ね、そもそも出るのかわかんないんで、どうかなっていうところはあります。で、またやっぱりね、その MacBook Air、やっぱりまず13インチですね。まあそれがやっぱどういった仕様で出てくるのか、どういった価格で出てくるのかによって、まあ結構ね、わかると思うんで、15インチがどうなるかっていうのもね、非常にこう楽しみですね。まあ、なんでこう13インチ出たら僕もね、ぜひちょっと購入してね、レビューしたいと思いますので、ぜひね、気になる方は今のうちにチャンネル登録してね、通知ベルを押してお待ちいただければと思います。またこう新しい情報出てきたらね、分かりやすくね、シェアしたいと思いますので、ということでね、皆さんもぜひ13インチ、15インチ、これどう思いますか？ぜひコメントいただければと思います。今回動画以外もですね、まあガジェットのレビュー、今後 Apple 製品のまあレビューだったりとか、今後についてもね、分かりやすく解説しますのでね、あとまあ製品のね、セール情報とかね、まあ結構見てるんで、今これ安くてめちゃめちゃね、この便利なガジェットお買い得ですよみたいなやつね。コミュニティ欄、これなんかチャンネル登録ね、しないと見れないみたいなので、ぜひね、気になる方、損したくない方はね、ぜひチャンネル登録お願いいたします。お待ちしてます。はい。で、またこの動画少しでも、もう1ミリでもね、ためになった方はぜひ高評価とかね、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。良い一日お過ごしください。バイバイ。いやー、ちょっとね、15インチもね、こういったデザインね、レンダリング画像とか見るとめちゃめちゃ楽しみですね。まあ、カラフルな Mac。まあ、ちょっと白ベゼルがね、苦手な方に関してはもう地獄というかね、もう MacBook Pro を買っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、黒い方がね、やっぱり、なんかこう画面が集中できる感じもあるんで、まあ今 iPhone ね、14あたりのものもいろいろ出てきてるんで、はい。まあ正直13でいいと思うけどな。ということで、また、楽しみですね。いろいろ製品が。